穏やかなようで心がチクチクしちゃう言葉教えて。ありがとうございます。何の参考にもなりませんでしたけど、一言多いんだよ。愛と恋の違いを語る客に対して、そういうの、私も中2くらいの時によく考えてました。山田さんもやった当初から変味あったよね。お前なんだかトランプとか武器にして戦いそうな顔だよな。この煽りはほんと秀逸だと思う。こんな大人にも選挙権あるってマジかよ。サンキューピッチのセリフ好きなんだよね。こいつが野放しなのおかしいだろ。手法の限界ですね。いいよね。そうだ、これセンサー手に持って振ったらいいんじゃないか。ズルをしていないかな。大人になってやることがゲームでズルすることなのかい。こういうセリフ待ってた。それは私たちが強くなる答えも出せるってこと？お前頭が悪いな。答えが出せるから指導すると言ったんだ。どっからがチクチクに入るんだ。普通の理解力があれば確認は不要だと思うが、なんかこのクラピカに通じるセリフだな。クラピカはおるくせには振られると速攻機で散らかすのが好き。フシさんは高いんだよね。確か134でした。わざわざ覚えてる当たり自慢に思ってそう。これを見に来た。この表情よ。頑張ってもダメだったら悲しいから報われる保証がないと頑張れないってことでしょう。多分本人に悪気なさそうなのがまた。現実でも努力したら絶対報われないとやだ思考で努力は無駄主張してる人いるから刺さる。いつまで自分を重要人物だと思ってるの？チクチク、ザクザクかな。先輩は見た目と喋り方がオタクっぽいだけで特に何のオタクでもないということですね。はい。暴言を今すぐやめろ。貴様の減らず口もこれで二度と聞けなくなるぜ。ほう、貴様がくたばるからか。鳥さの煽りもミットに飛んでて大好き。君でも眠れないなんてことあるの？安定のドラカス。ただ寝れないだけののび太にこの仕打ちである。俺相当下超えてるからね。絶対嘘だよ。お酒と軽油の違いもわからなそう。軽油を持ってくるセンスに相変わらずの語彙力を感じる。てめえなんか味噌汁の出汁にして飲まずに捨ててやる。ひどい。チクチクを超えてるよね。昆布に謝ってほしい。あばよ。バリオス。あんまり床に髪の毛散らかすなよ。美容院じゃねえんだからよ。ハゲいじりの悪口はいっぱいあるけどなんか妙におしゃれな言い回しでけなしてくる。あんたはズケズケと人の嫌なところに入ってくるし、いちいち演技っぽいセリフと仕草がオタク臭くて話す気うせんなよ。チク。ドスだよ。あんまり気にしなくていいと思うよ。根本さんを産んだ両親にも責任あるから。本当に辛いのは根本さんみたいな化け物を産んでしまった両親だと思う。容赦ないけど言われて当然のことしてるからな。ナンパ男の目的がランではなくその子だったことに対して。バカな。その子に限って、そんなはずはない。きっとこれには何か、裏に何か隠されているはず。さりげなく失礼すぎること考えてる子な。まあ当たってたんですがね。羨ましいな。暇そうで。本人の性格からして多分煽り。先輩、仕事ないの慣れてるでしょう。チクチク。ところでお前たちの旅の目的は何なんだ？天国。わざわざ目指すような場所か？死ねば見ないけんだろ。ザイン様も行けるんですか？当たり強い。そういうクソ寒いことを受けると勘違いしたまま一生を終えるんだろうな。お前は。すべてのクリエイターに刺さりそうな言葉やな。ダメでもともと、負けても経験、いかにも三流の考えそうなことね。勝つつもりでやらなきゃ勝つための経験は積めないわ。自分にぐさっと刺さった言葉。ちょっと付き合いよ。嫌でも連れてくけどね。お前はいらねえ。帰ってメガネしまって寝ろ。メガネは関係ないでしょう、メガネは。寝る時のメガネの位置を心配してくれてるいいやつやん。僕の顔色、青いだろ。青いというより薄汚い。今朝も顔を洗わなかったな。高性能おこもりロボットのセリフです。顔と頭と体が少し変だね。その人心は優しいのかな。いや、ゲランっていうすぐ騙される太陽だよ。すぐ調子に乗るよ。くだらないこと気にするんじゃないよ。男は顔じゃないぞ。中身だぞ。もっとも、君は中身も悪いけど。持ち上げて落とす。ドラえもんは表情もまたいいんだわ。同情しますよ。ちえらサイト出せないことが多くておつらいでしょう。はい。名言もここに極まれりだな。ヘドが出る。お前の病は頭にまで回るのか？いつも一言多い無残様。ゲームなんかで何偉そうにしてるの？このままいけば君人生の敗者だよ。多分ゲームじゃなくても趣味にはまりすぎてる人には刺さる言葉。この漫画は90年代が舞台だっけ？令和ではこういうセリフは言われなくなった気がする。今から24年前、生まれたばかりのお前のあまりのアホ面にわしは何度お前の首を絞めかけたことか。
なんでそんなひどいこと言うの。地頭の良さ見せつけて。地頭って基本バカを励ます言葉だからな。最終話の切れ味鋭すぎる伏黒のセリフ。鋭くてきさ。なんで善逸は剣士になったんだ。なんでそんなに恥をさらすんだ。言葉はひどいけど内容は妥当すぎるからセーフ。スラム流でしか話ができないのか。束ねる王子の程度も知れるな。何一つ穏やかじゃないけどな。クラクカはほんま。人にアドバイスもらうことを努力にカウントしてそう。ワートリならこれかな。ただのぶっ刺し言葉だよね。チクチクとかいうレベルじゃねえぞこれ。少なめの脳みそでよく考えたな。ジョジョは多いけどこれくらいの文字数で切れ味いいのが良いよね。何がひどいってこれガチで感心した時に出た褒め言葉なのが本当にひどい。金髪の坊主とやるのは初めてだぜ。俺もハゲたゴリラとやるのは初めてだ。坊主、口の利き方には気をつけな。俺は気が短えんだ。腹を立てると何をするんだ。ウサギとワルツでも踊るのか。流れるようなおしゃれな煽りはコブラならでは。勉強って一番わかりやすい目標達成のための努力の形だからさ。努力の練習だと思って毎日少しずつ勉強してるよ。それに学歴あって損することないし大人になって後悔したくないからね。チクチクではないんだけど心にぐさっときた言葉。世界は十分平和なようだ。お前らみたいなのが大人になれるんだからな。ジャンケットバンク。このゲームはチクチク言葉の宝庫だった。初めて立ち上がった赤子にすら世界は歩くことを要求する。暗夜が上手以降褒められなかったマヌけども、今度は人生に取り残されるな。勉強、受験、就職、恋愛、結婚、育児、納税、介護、相続、普通と呼ばれる人間が果てしない苦労をする中、同じ柄を避けるだけでいいお前らがなぜ文句を吐く。いい加減必死さを絞り出せ。ミルクをビールに持ち替えただけの汚い赤ん坊ども。人間の負の面量スクショーだからかなりきつかったんだけど、読んだ当時失職中だったから流れ玉飛んできてブエってなった。先生、どうしたのねねちゃん。しんのすけくんが変なんです。しんのすけくんはいつだって変よ。そうだけどそうじゃない。でもそういう人見ると安心しない？ダメな人見て得られる安心って今いる？ダメな人を見て得られる安心が常に必要な人には刺さるセリフ。今までの人が何してきたかは関係ない。僕は君に何もしていない。避けられてたか嫌がられてたかなんだか知らないが他人がやった罪のツケを僕に回さないでほしい。僕の顔を叩いたのはどう考えても君が悪い。都合悪いことを都合よく家のせいにするんじゃない。ギャグ漫画やラブコメに出てくるガチ説教は妙に心に残ったりする。言葉のナイフは避けられないということを知ってほしい。最後に不徳のギルドのこのセリフを送る。本当だよな。しかも治癒しにくいから困る。みんなチクチク言葉は使う場所に気をつけろよ。心が痛い。一瞬で空気が変わった衝撃すぎて声が出た展開をまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。